まあ別に学校の勉強がすごい大事ってわけではないんですけど、まあ基礎学力って言われるものですね。基礎学力って言われるものが、まあ結局絵が上手くなるために結構重要ですよっていう話です。で、例えば中高生の人がですね、これからまあアニメとか漫画とかそういうイラストとかそういう世界に入りたいよっていうそういう人が、じゃあ何勉強するのがいいですかって聞かれたらですね、普通に学校の勉強をある程度やっといた方がいいんじゃないかなと思います。特にやっぱ数学と国語、そして英語かな。この3教科ってやっぱ地味に効いてくるんですよ。結構効いてくるんですよ、大人になるとね。じゃあ例えばそうだな、アニメの原画マンになりたいと言った時にですね、アニメの原画になるためのね、ルートってどんなのがあるんだろうね。どんなことをしたらアニメの原画っぽいものが描けるようになるんだろうみたいな、例えばですよね。その時にどういう手順を踏んでったらいいんだろうって、世の中にそんなね、全てにおいて、マニュアルがあるわけじゃないんですよ。いや、マニュアルに近いものは存在するんですよ。なのですが、自分に合ったマニュアルってないんですよ。ね。そうだな。AI とかでいろいろ今だったら結構出してくれるところもあるかもしれないけど、それもね、限界があるよね。結局自分の能力に合った、ね、手引き書ってそんな簡単にさ、ないんですよ。それが実は基礎学力って言われるものに結構込められてるっていうのかな。シンプルなその算数、数学、国語、ちゃんと読み書きですね。読み書き計算って言われるものっていうのがですね、この世の中のあらゆるですね、なんでしょうね、攻略をする時の手がかりになるんですよ。そういう意味ではね、今日基礎学力が大事だよって話ではなく、それだけではなくね、実は自分を鍛えることがね、大事だよって話なんです。で、自分を鍛えることが大事って何かっていうと、知力も体力も画力もありとあらゆるものが実際問題そういう仕事になった時に必要になってくるんですよ。ね。だから単体で勝負してる人って実はそんなに多くないんですね。絵が上手いだけでやってる人っていないんです。ただ絵が上手い人っていないんですよ。絵の裏にある要するにバックグラウンドっていうのかな、背景ね。その人が要するにね、例えばいろんなもの詳しい、ね、車とかバイクとか、あるいはそういう銃とかそういう知識があって、でなおかつアニメーションとかの知識があって、そしてそれをやっているみたいな感じで、知識と、好きなもの、趣味と、そういうものをね掛け算してるんですよ、ね。もうあらゆることって掛け算なんですよね。能力の掛け算で、その時に何かの能力をすごい欠如しててもいや全然ね、何回も言うけど基礎学力がないよりあった方がいいって言ってるけれど、はっきり言って学校の点数は0点でも全然いいんです。0点でもいいけど、自分の興味のあること、好きなことを勝手に調べて勝手に勉強するみたいな、そういう習慣はぜひ身につけてください。これ別に勉強に限らずなんですよ。ね。自分が興味を持ったことは勝手に調べて、勝手にいろいろ自分の頭を良くしていくってことは、絶対これね、プラスになりますよね。自分を鍛えるっていうことを絶えずやめないでほしいんですよ。自分でやってみた感覚っていうのをね、一番大事にしてほしいです。結局ね、あらゆるものね、他人だろうが、便利なテクノロジーだろうがですね、最終的には自分にプラスになるかどうかっていうのを一つの基準だから、自分の軸がなくなると多分そういったね、いろんなあらゆるものが無意味とは言わないけれど、あまり意味をなさなくなるんです。結局快不快、楽しいか楽しくないかしかないんですよ。それね、日々より自分がより良くなるために楽しいかどうか、ね、これをやると自分にプラスになるかどうかっていうことをね、マジで考えてほしいんですよ。で、その一つとして普通に今中高生だったら目の前のやっぱ読み書き計算ね、やった方がいいよ、ほんとマジでそうこれは本当にそうですマジで。自分の判断力とか思考力とかをやっぱ鍛える努力っていうのを常にしておいた方がいいです。僕の場合はね、やっぱりすごい良かったのは、何度も話してるようにトッププロのインタビュー記事を読むのが大好きだったんですよ。でね、最近ね、満点ゴリラさんでいいのかな
これ名指しで X に満点ゴリラさんってアカウントがあるんですよ。この人のアカウントがね、俺がその20代中盤前半だったらもう泣いて喜ぶ記事をですね、何なんだあの人がすごい投下してくる人がいるんですよ。多分50代後半60代前半ぐらいだと思うんです。渋い記事が多いんですよ。僕が好きそうな記事が多くて、その内容が何ともいいんですけれど、ね、そういう記事ね、僕10代中高生の時めちゃくちゃ読んでました。満点ゴリラさんが上げてるような記事をね、見たことあるのもあるし、大概ないかもしれないけど、まあ大体この対談俺アニメージュで見たいと思ってたやつだみたいなね、そういうのをね結構上げてくれてるんですよ、その満点ゴリラさんが。ね、まあ、なかなか渋い内容でね、僕はですねもう全部追い切れてないんですけど、あのアカウントはちょっとねやばいですね最近のお気に入りアカウントすごいですね。あのアカウントすごいですねまあそれはいいんですけど、そう僕にとってだからその10代はアニメ学ですよ。アニメ学って何って言ったら、自分で勝手にアニメの学問やってましたよ実はね。勝手にそのアニメのクリエイターってどうなのかなって調べて、でそういう人のインタビュー記事集めて、そういうのを読んで、で作品を見て、そのどんな感じなんだろうみたいなのをずっと考えてたりしてました。その10代の時はね。でそれがまあ20代になってアニメ実際描き始めて、アニメその自主アニメとかやった時に、まあ、全部行きました。もう全部行きました。はい。そして今もそれがやっぱ基礎になってます。だからなんでしょうね、それが僕にとっての基礎学力にとてもなってると思います。はい。でもね、今日の話の基礎学力って意味ではね、結局宮崎さんなりガンダムのね富野監督、富野さんなりのやっぱ基礎教養っていうか、基礎知識の量とか、まあ、読んだ本の数っていうのが、まあやっぱちょっと僕らの世代はどうしても本読んだ数っていうか少ないよね。それがまあ僕なんかもね全然多分読んでないレベルですよね。そういう意味ではね、やっぱそこの差はでかいなって思いますね。本当そこが作品の結局厚みというか面白みっていうのかな、それに結局はそう思いますよね。なんで同世代比較は僕もすごくします。自分絵を上手くなろうとモルフォ人体デッサンもしまくったんですけど、あまり上手くなった時間なかったですね。絵ってリズムゲーだと思ってください。リズムゲーってなんかほらパンコパコンってリズムゲーってあるじゃん、太鼓の達人みたいな感じね。僕はですよ、勝手にね添削いっぱいしてて音楽だと思ってますちょっとかっこいいけど音楽だと思ってます。なんか絵っていうのはそのリズムがあるの、リズムがテンポがね。だからそのモルフォの絵を描いてる人の絵のリズムとか気分、まあリズムって言うと難しいな、もっと言うと気分だよ、気分。その気分を受け取って、それをその要するにモルフォの絵描いてる人みたいな気分で描くのね。でその時にその人になりきるんですよ。描いてる人みたいな気分になりきって描くの。その時に絶対自分の多分ね上手くならない人の理由はもう一つなんですよ。それは何かっていうと、自分の絵に全部変換してません？どのページ開いてもモルフォを模写した時と、なんか自分の好きなアニメキャラ模写した時と、自分のラッキク書きのページの印象があんま変わんなくないですか？正直上手くならない人って全く別人が描いたみたいな風に見えるといいんですよ。これイメージの問題ね、本当ね。だから完全に憑依させるような気分でやっぱ描かないとそれはうまくならないですよね。これ結構肉体ってすごく分かりやすいと思うんですよ。筋トレ、例えばですよ、めちゃくちゃ下手くそな形でその腕立て伏せをした人と全くしない人はどっちがうまく筋肉鍛えられますかって話。例えば腕立て伏せね、すごい全くやってない人と変なやり方でもやってる人、見よう見まねで適当にね、どっちって言ったらもうそれはそうだよね。まず何もやってないよりもちょっとやっただけで人ってすごい成長するの。まずそれが初心者のなんていうの、初心者ブーストみたいな感じ。初心者の、ビギナーズラックじゃないな、なんか初心者ブーストってあるんですよ。初心者ブーストって何かっていうと、日頃ゼロだったものがまずやっただけですごい成長するのね。これ皆さんまず絵を描いたことない人が絵を描くと、それで初心者ブーストがかかって今までの自分に比べたらめちゃくちゃすごい上手くなるんですよ。でこれ大事なことはね、初心者の時期は他人と比較するな
マジでね。他人はそれをずっと永遠とやってる人たち、3年5年10年ってやってる人たちと今日書き始めた自分で差があるの当たり前です。無理です、そんなの、無理。比較しちゃダメね。絶対比較しちゃダメ。戦いに出てはダメ。最初の初心者は。それはまず初心者は何をやるべきかというと、昨日の自分に比べて上手くなったっていうことを喜びとするということだけなんですよ、ひたすら。それは永遠とやりましょうね。他人と比較するターンではない。数学的な発想、僕が好きなのは、例えばですけど、絶対値っていう発想あるじゃないですか。0を基準にしてマイナスとプラスっていうのがありますよと。マイナスとプラスが、実はプラスマイナスが0.0の地点から見て距離が同じだったら同じっていうこと言うじゃないですかね。プラス1もマイナス1も同じことだよねみたいな。ああいうのがね、結構僕ね、ずっと高校の時からそれはね、概念っていうのを考え方として使ってます。それは何かっていうと、プラマイゼロの状態っていうのが僕は実は一番重要だと思ってて、それは何かっていうと、等身大の自分として見るってことです。等身大の自分として見る、ね、そこからね、傲慢にプラス、自分をねプラスしてもプラス1しても、謙虚にマイナス1しても、それはプラマイゼロの自分からしたらずれてるじゃないですか。ずれてるって意味では間違ってるってことだと僕は思ってるんですよ。ね、だからなるべくプラマイゼロの状態の自分っていうのが分かんないと、例えば謙虚すぎる人って踏み込みが弱くなるし、傲慢すぎる人は怠るよね、簡単に言うと。ね、だからどっちも実は間違ってるってことなんですよね。だからそういうふうに数学的な思考法を、実はね、数学って哲学だとか言われるわけです。でも意味わかんないですよね。数学って数字ただ追ってるだけでしょ。でも今の話聞くと哲学的じゃないですか。ね、だから数学の物事の捉え方とかって結構応用がすごくできる思考法が結構多いんですよね。あと成長曲線、よく言うとあれだよね、なんだ 1.01 を毎日掛け算したらとんでもないお金持ちになるぞみたいな感じね。そういうやつですよ。毎日自分のこと 1.01 倍できたらって 1.01 倍ですよ。だから 0.01% ずつ自分に掛け算して足すってこと。昨日の自分よりも 0.01% ずつ足していくと、計算してみると分かるけどとんでもないことになりますとかね。あと大体みんな初心者でやめちゃう人って何かっていうと、この最初の低い水準に耐えられないでやめるんだよ、みんな大体。だけど途中からね、足し算がね、プラス1、プラス2、プラス4、プラス8、プラス16、プラス32、プラス64、プラス128、プラス256、プラス512、プラス1024プラス2048みたいな感じで掛け算していくととんでもないとんでもない数になるじゃないですか。これが実は毎日ちょっとずつ足し算できる人の、なんでしょうね、強みだったり、途中ですごい成長するかもしれないっていうことを、割とね数学的な発想で僕は結構初心者の頃の辛い自分をね励ましてました。うまいアニメーターの方の動きやトレースしたりもしてもなかなか自分の能力に落とし込めないですが、技術を吸収するためのコツやポイント。うまいアニメーターの方の動きトレースまずうまい人ってその軌道が複雑すぎるの。複雑っていうのは簡単に言うとジャグリングって言ったらいいのかな。ジャグリングってわかる？お手玉みたいなやつがすっごいいっぱい上がってると思ったよ。それはお前やれって言われたら無理じゃないですか、いきなり。じゃあどうするのって言ったら、そのジャグリングの中の簡単な要素ってあるよね。例えばボールをひょい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 ってさ、球2つ3つから始めるよね、ジャグリングって。そっからだんだんいろんなものを投げてさ、複雑にしてすごい芸にしていくじゃないですか、大道芸の人って。それと同じで、上手い人の動きを全部いきなりやるのは無理なんだよ。じゃあどうすんのって言ったら、例えばですけど、上手い人の動きの中でも、例えばなんですけど、簡単そうなもの、破片の1個とかあるいはその人の動きの中でも比較的、例えばですよ、板のサーカスのミサイルでも1個だけ書くとかね。僕最初板のサーカス模写した時に全部模写してましたけどね、それはそれで勉強になりましたけど、複雑すぎるものはいきなりは無理なんですよ。だからなるべく簡単な要素に、だから簡単な、あと細かいとこまでトレースしてません？多分全体を例えば塗りつぶしの投げ縄ツールで囲んで、その全体を囲んだトレースだけしてみるとか、細かいところをあえて無視するっていうような
方法で吸収するのもありですね。僕が会ってきたすごいうまい若い人で言ったら玉川慎吾君とか、あと刈谷さんとか、あと誰だすごいこの人はっていうの、まあ他にもいろいろいますけど、なんかその時にすごい完成度の高い絵を描いてるというか、やっぱり興味の範囲がすごく広いというのと、今日の話のまとめでもあるんだけれど、ものを見てんなっていうことですよね。例えばその玉川慎吾君のポートフォリオなんか見ると、なんか普通の人が描かないようなものが書いてあるの。何って言ったらいいんだろう。まずおじいちゃんおばあちゃんとかも書いてあるし、なんか建物のこんな細かいところのこの部分をこんなに精密に書いてんのみたいなね。で刈谷さんとかに至ってはこう机の周りね、すんげえぐちゃぐちゃみたいなのを克明に書いてるじゃないですか。その必要にそういういわゆる執念だよね。絵に対するこだわりとか執念が最初から半端ないんですよ、活躍する人ってね。その熱量で実は最初もう分かるんですよ。